実は調整力が一番ラーメン屋さんは必要なのかな。毎日出すものなんで、はい、で毎日多分絶対違うんですよ。ガラとか増えますけど、持ってても別に強火なんですよ。今うちで使ってるのはほぼ丹波黒鶏ですね。たまたま柴田さん食べに行った時に隣の人が営業マンだったっていう。で柴田さんに紹介されて丹波黒鶏の人とつながったっていう感じです。ガラと丸鶏です。あと豚ですね。はい。豚の肉肉の方で骨じゃなくて、はい。沸騰近くまで持っていくので1時間半か2時間ぐらいかな。そこからうちだともう3時間以内で取り上げますね。大体。ピークが早いんですよ。煮れば煮るほどこう旨味出るは出るんですけど、香りも飛んじゃったりするので、そう丸鶏とかで旨味だけ出したいんだったら僕3時間半とかですね。なるべくそこはなんかフレッシュで香りの方を立てたいので、他のとこから言うと早いと思います。めっちゃ早いんですけど、まあさっき見てもらった通り、強火で炊いたやつでまず1時間半とかなんで、これが通常その1時間半って普通にゆっくりやってる時間と全然比較にならないので、だからまず最初の骨出しで強火でがっつりその骨からの旨味を抽出してからの肉の旨味を入れる感じっていうイメージですかね。だボディをまず出しちゃって、で上の上澄みのこう旨味を付け加える感じのイメージで炊いてますけど、はい。結構骨を大事にされてる。骨、そうですね。それはなぜかというと豚骨魚介から始まっているので、げんこつとかそっち系の出し方がこう勉強させてもらったから、やっぱ骨大事だよね。骨の出しって大事だよね。小骨ですか？そうですね。小骨をわざわざこう言って取らせてもらってるんですけど、はい。まあげんこつですね。あれは鶏のげんこつみたいなもんなんで、だから豚の方のげんこつは入れないみたいな。鶏の方のげんこつでしっかり骨出されてるから、いらないか豚骨魚介な。はい。どちらに？六輪車にいたんですけど、はい。六輪車の時にそのつけ麺のスープとか、
あと他の業態もやってたので、タンメンのスープとか、あとジャンクガレッジとかあったので、二郎系のスープとか、全部やらせてもらったんですよ。スープ作るという。なので、それで、こうやればこうなるとか、こうなったらこうなるみたいなのが分かってて、出ないとき、スープの味出ないときどうするのかとか、そういうのも一応勉強になったんで、はい。なんか抜けちゃうときがあるんですよね。まあ、チンタンはそんなないんですけど、意外に二郎系とかは、意外に、あれなんか全然味出ないんだけど、具材一緒に入ってるんだけど、なんだろうこれみたいな。なんか分離しちゃう感じですかね。一緒にならないみたいな。素材自体がブレてる。ブレちゃって、まあもちろんそれもあるので、はい。その時やっぱり素材ってすげえブレるんだなって。同じところから取ったって、いい時もあれば悪い時も。だから多分美味しくできた時は素材がいいと思った方がいいですね。うん。で、悪い時に調整して、どうこう合格点まで持っていけるのが僕は技術だと思ってるので、それが本物の職人さんなのかな。実は調整力が一番ラーメン屋さんは必要なのかな。毎日出すものなので。はい。で、毎日多分絶対違うんですよ。うん。同じもの持ってきてね。うん。まず量でカバー。量でカバーするプラス、それはスープはそれで。で、そのスープで負けない醤油だれとかで持ってきてるので、醤油だれも味深いんですよ。だから、それでぶつけることで、お互いで調和で、こう、補う感じで。はい。これはお肉屋さんから聞いたんですけど、砂糖、揉み込むといいと。柔らかくなるし。で、俺は赤みが増すって聞いたんで、砂糖は。はい。だから最初に塩と砂糖と、あと調味料混ぜた、粉っていうか、粉末をこう、最初に揉み込んでからって感じですかね。はい。で、その後焼くんで、まあ、焼きハムなので、焼きハムでもないけど、でも、ハムって言われるとハムってものになるけど、チャーシューだったらチャーシュー、でもそんなに実は変わらなかったです。うん。なんかこだわり。今はそこまで、やっぱ、もうお肉が高いじゃないですか。うん。で、逆に戻りまして、まあ、超いい肉は使ってたんですけど、逆に戻りまして、普通とは言わない、まあ、3元トンぐらいでいいんですけど、それを美味しくどう作れるかなっていうところに逆転発想で戻って、うん。だから多分なんか原点会議じゃないですけど、逆にそこはそうしてってちゃんとお金もらえるような価値を出さないと、食べて納得してもう一回来てくれるかが多分勝負なんですよ。ラーメンで多分。もう多分1000円超える超えないとかじゃなくて、まあそういう人はまあ1000円以上超えたら食わないって人はまあそれはそれでいいとしても、同じユーザーさんがいて、その1000円以上の食べて満足してもらって、また行きたいなと思わせるものを作れるかどうかですよね。ましたかどうですね、単価上げた時はやっぱりその、ユーザーが変わったんで、やっぱり、もう変わりましたね。だからお金出してもちゃんとしたもの食べたい人はそっちに行くし、やっぱ安くてお腹いっぱいになりたい人はそっち系統です。だから今、如実に分かるのはやっぱ二郎系と、家系が伸びてるというのは、もう大体そういうことですね。夢ラーメン店の人とか見てると、やっぱ目から鱗なんで、この間も飯田商店さんに行かせてもらって、やっぱ目から鱗ですよね。いつも鼻折られて帰ってくるのがちょうど、いや、そういう先輩がいるとすごくいいっすよね。ラーメンの、本当に。一番とか何にも思ってないですけど、だけど、今自分ってどのぐらいの位置のとこのラーメン作ってんのかなっていうのを、なんか確認できる店舗っていうんですかね。黒木さんと飯田さんは特に、本当に食べるとちょっと、目から鱗っすよね。だからいっぱい勉強させてもらって、取り入れられるとこ全部取り入れれるし、黒木さんガンガン変えていきます。いやー、やばいですね。でも、すげえわかります。やっぱね、同じの作ってると飽きちゃうんですよね。俺もダメなんで。同じのずっと作ってると飽きちゃうので。はい、変えてってもついていくってことはやっぱりもう、黒木さんで食べてるなっていう。味もあるけど、やっぱ黒木さんが作るものだったら、すべて何作ってもこう受け入れてくれる感じですかね。だからどう変わっても、その変わっていく様も見たいな、みたいな感じでお客さんも多分思ってると思うので。だから、なんか、ラーメン食べてるだけとかいうより、黒木さんの歴史を一緒にこう、体験してるみたいな感じの、ラーメン体験みたいな感じなんでしょうね。ちょっとイベントっぽいですもんね。その頃からこうイメージが。スタさんのトリュフ入る前のラストフライが死ぬほど美味しくて、僕の中で。あと黒木さんの紫黒木かな。もうね、そこでなんかスイッチ入ったっていうか、うわ、これだなみたいな。うまいな、この醤油みたいな。それで醤油目覚めちゃいましたね。塩の方は塩は最初、全然やる気なかったんですよ。塩って、もともと。
でも醤油が美味しくなると今度塩が比例的に美味しくないのが分かっちゃうので旨味ないし、どうやったらこれ塩って美味しくなるのかなっていう、その実験的っていうかやりだした感じですね。深みっていうか。あ、そうですね。旨味の層は多分すごいと思う。タレがもうほぼスープになってますから。そうですよね。味わってほしいポイントみたいな。香りきれい、あと醤油感っていうか醤油の味がする醤油ラーメン。意外にありそうでない。醤油の色してるけど食べると一体感はあってラーメンなんですけど、醤油ラーメンじゃなくて中華そばっていうか、僕の中で醤油ラーメンってやっぱ醤油も主張してくんないとっていうところが僕のラーメン。他の人はどうとかじゃなくて、僕の中ではやっぱ醤油の味が感じられるラーメンが醤油ラーメンなので、醤油もこだわるっていうか風味も殺さないようにはしたいな。じゃあ火入れとかは。火入れもするんですけど、しないやつもあるし、じゃあスープとかと一緒で入れる順番とかもあるし、入れてから最後にこう生のやつを加えるとか、なんで何種類ぐらい。今は10種類ぐらい入ってるのかな。でも入ってるからいいとかじゃないです。もうちょっと抜けなくなっちゃっただけで、今多分別で作れてたら3種類ぐらいで同じようなのは作れると思うんですけど、ただやっぱ入れることによって深みとか細かい微調整がこうチューニングされてるので、香りだけのやつもあるし、色だけのやつもあるし、旨味でもこっちは旨味で欲しいよねこの醤油みたいな構成にはなっていて、で失敗が結構意外に成功になったりする場合もあるので、前は全部火入れしてたのをこれ入れるの忘れてたって言って後から入れて、こっちの方が美味しいみたいな、そういうのも、失敗も成功のもとみたいなのもあったので、もう最初2年ぐらいは全くなんかよく分かんなく作ってたんで、配合がもう毎週変えてましたからね、タレ。もう研究。研究とは言わないんだけど、納得、自分が思ってる、美味しいは美味しいんですよ。でも、自分が思ってる味にはなってない。だから、思ってるのを作れるようになってないっていう。経験値足らなすぎみたいな。頭だけがでっかくて、頭でっかくて経験足んない人みたいな。だから、ちゃんと、経験もつけて、納得できるようになったら、だいぶ、こう、しっくり、構成もよくわかるようになってきたんで、はい。ちょっと軽やかな。そうですね、なんかやりたいことやんないと、なんかね、わかるんですよ。なんか2年ぐらい、最初は店出して、わーってテンション上がって、で、2、3年ぐらいで現実を見るんですよ。もう売り上げも上、もう大体こんなもんだよね。やることもいつも変わんないよね。だから自分でこう、なんかこう、インプットしてアウトプットしていかないとダメなんで、どんどん煮詰まっちゃうんですよね。店主さんもそうだけど、わかるんですけど、僕もそう。なので、ちょっと考え方をちょっと切り替えていかないと、楽しくやれるようなのってどういうふうにすればいいのかな。やっぱ楽しくやらないと続かないですね。そう。最初好きだけでやれるけど、好きだけでやっぱ商売できないから。そうですね。言っても商売。そうなんですよ。まず売り上げありきなんで、絶対に。いや、いくらやっても趣味になっちゃダメなので、売ってなんぼなんで、売らないと続けられないじゃないですか。続けられないことがお客さんにとっては一番迷惑。潰れること。だから、僕も最初に長く続けられるお店みたいなことを言ってましたね、最初の頃。こだわるのはいいんだけど、俺お客さんに伝わらないこだわりは俺こだわりと思ってないので、マスターベーションになっちゃってるだけで。だってお客さんわからない。それはわからないのは一生懸命頑張るんだったら、その分かるところを頑張った方が全然いいから。だってわからないんだもん、お客さんにその頑張りが。それは自己満足ですよね。自己満足じゃなくてちゃんと伝わるものをちゃんと正確に、伝えたいな。だからそっちに 100%、伝わる方向に 100% の労力を使いたい。伝わらない方向には一切使いたくないです、僕の中で。100あったら100どこにリソースをつぎ込むかが多分一番大事なんで、強みをやっぱ生かした方が、強みっていうか個性なんですよね。だからそう、自分で何が一番強いのか、もうダメなとこもすげえ分かってるし、